はい、皆さんお久しぶりです。ケイスケの日本語ポッドキャストへようこそ。最後にポッドキャストをアップロードしてから2ヶ月くらい経ってしまいましたね。皆さんお元気ですか？はい。今日はどうして僕がしばらくポッドキャストをアップロードしていなかったかをお話ししたいと思います。実は今年の2月に父が亡くなったんです。その時、僕はコロンビアにいました。さらに去年の4月には母も亡くなっていたので、父が亡くなった話を聞いてとても落ち込んでいました。それで、ポッドキャストをアップロードする元気がなかったんです。去年の4月に母が亡くなった時も、今年の2月に父が亡くなった時も、僕はコロンビアにいましたから、両親の死を見とることができませんでした。それはとても悲しくて辛いことでした。実は父は昔から僕に、親が死んでも日本に帰ってくるな、と言っていました。なんでそんなことを父が言ったかというと、僕ができること、例えば仕事や勉強などを外国でも頑張って続けなさい、という気持ちがあったんだと思います。だから母が亡くなった時は日本に帰らなかったのですが、父も亡くなってしまい、日本に帰らずにはいられない気持ちになって日本に帰ってきました。父と母に最後のお別れをしたかったのです。父と母にありがとうとさようならを言いたかったんです。僕は3月の終わり頃、日本に帰ってきました。父と母の法要に参加したり、姉と妹と久しぶりに会ったりすることができました。それから友達にもたくさん会うことができました。父と母が眠るお墓にも行きました。その時涙が止まらなかったけど、父と母に挨拶することができたから、よかったなーって思っています。今は日本にいますから、今度日本の Vlog を YouTube にアップロードしようと思うので、皆さん楽しみにしていてくださいね。はい。それでは今日は少しだけ父の話をしようと思います。父は1942年、第二次世界大戦中に新潟県で生まれました。高校を卒業した後、一人で新潟から東京へ来て大きな会社で働き始めました。そしてその会社で母と出会い結婚しました。戦争の後で日本の経済がどんどん良くなっている時代でしたから、父は頑張ってたくさん働いていました。でも父は42歳の頃に大きな病気にかかって突然歩くことができなくなりました。僕が小学生の頃のことでしたね。大きな手術をして長い間リハビリをしていました。手術とリハビリが終わった後、父は杖をついて歩くようになりました。父のすごいところは、手術とリハビリが終わった後、また仕事をしながら、いろいろな新しいことに挑戦していたことです。あまりうまく歩けないのに、船に乗って釣りをしたり、母といろいろなところに旅行に行ったりしていたんです。仕事より楽しいことをするためにたくさん時間を使っていました。父は年を取ってから杖で歩くことができなくなったので、車椅子の生活になりました。でも、一人で車椅子に乗ってスーパーへ行ったり、電車に乗ったりして、いつも頑張っていました。僕が子供の頃は、ちょっと厳しくて怖い父でしたけど、頑張り屋でポジティブな人でしたね。今日は最後に、僕が小学生の時に父のために書いた読書感想文を読んで終わりにしたいと思います。
読書感想文というのは、本を読んだ後、その本についてどんなことを感じたかとか、どんなことを思ったかを書いた文のことです。僕が小学生の時は、国語の授業でよく書かされていました。僕は栗の舘の主という物語を読んで読書感想文を書きました。これは深い森の中で狩人たちに栗の舘の主と呼ばれているオスの大イノシシの物語です。イノシシっていうのは動物ですね。はい。そのイノシシが知恵と勇気で家族を守りながらたくましく生きていく物語です。それでは僕が10歳の頃に書いた読書感想文を聞いてください。タイトル、頑張れ栗の舘の主。僕は栗の舘の主のように勇気や優しさ、素晴らしい判断力があるだろうかと自分に聞いてみました。君には優しさ、勇気、判断力とも少し欠けているよと読み終わってからこの本に言われたようでした。主は家族のために身を投げ捨てて15匹の犬と戦いました。それだけでなく、狩人の鉄砲も相手にしました。すごいうなり声が荒い鼻息が山中に響き渡りました。という表現を読んだだけでも、激しい戦いや主の強さが想像できます。お父さんというものは子供のために必死で戦うのだなぁと思いました。僕のお父さんは長い間原因不明の病気で入院していました。でもお父さんはみんなが寝静まる夜中でも自分で一生懸命歩行訓練をしていました。僕のお父さんも子供たちのために病気と戦っていたのだと思います。月はその光を老いたイノシシのところまで送り、王冠の金飾りのように牙の上で美しく輝くのでありました。という言葉は、主だけでなく僕のお父さんにもそっくりあげたいと思いました。僕はこの物語を読み、父親は命を懸けて戦う強い人だということが分かりました。それが勇気となり、素晴らしい知恵を生むのだと思いました。だからこそ、主と言えるのではないでしょうか。僕も主やお父さんのように勇気を持って頑張りたいと思います。頑張れ栗の舘の主。頑張れお父さん。